クラシカルな印象をね、いい仕上がりになるな。はい、どうもこんにちは。今日はレイジーマンの靴のソールの仕上げをやっていきます。最終工程ですね。で、この前コバの仕上げをやったんですけど、その後積み上げをやりましたね。こんな感じで革を4枚ぐらい積み重ねてヒールをね作りました。なかなかね精度がよくできたんで、ソールの仕上げが楽しみです。まずはいつも通りコバの色入れからいきますね。それが一番大好きと言っても過言ではない作業。今コバを加工して生成りの革の色なんですけど、ここにインクを入れます。いきます。はい、こんな感じで色が入りました。だいぶ印象が変わってドレッシーな引き締まった感じになりました。いやーめっちゃいい感じ。結構ねコバも綺麗に仕上がってるんで、もうすでに光沢感もいい感じですけど、じゃあ次はソールの銀面を落としていきます。じゃあ次はサンドペーパーでより綺麗にしていきます。よし、だいぶ綺麗になりました。ね分かりにくいんですけど、なかなかいい感じの。じゃあここにさっきねコバに塗ったやつ、インクをソール面にも全部塗っちゃいます。ソールは全面茶色の仕上げでいきたいと思います。こんな感じでベタっとね塗っちゃいました。少し乾き待ちします。今だいぶマットな感じですね。これねちょっとね表面こすると若干ツヤが出てくるので、全体をこすっていきます。まだね結構ざらつくというか綺麗じゃないんで、もう一回サンドペーパーをかけて一回落とします。はい、ヤスリでかけてねこんな感じになりました。ここにもう一回塗っていきます。はい、なかなかね難しいんですけど、とりあえずねこんな感じになりました。この後もねローを塗ってもうちょっと光らせていきます。手がすごいですね。じゃあ次はコバにローを塗り込んでアイロンかけていきます。じゃあまずはコバゴテをかけていきます。土踏まず部分はこの踏まずゴテを当てていきます。
ヒールはこのイチョウゴテを使います。これちょっとね温めすぎたんで水につけて冷まします。シートウィールを当てます。目付けももう一回入れ直します。じゃあ次はこのソールいきます。これがうまくできるかどうか。結構ねソールの仕上げで大面積なんでここに綺麗に仕上げるのが難しいんですよ。でこのローをコテに当てて溶かしてこんな感じに溶きます。これを塗っていきます。やっぱりどうしてもねピカピカにしたいんでついね頑張っちゃうんですよね。ひたすらこれやってます。さっきからもうちょいね光ってほしい、均一にね光ってほしいんですよね。だいぶ光り輝いてるんですけどね、こうよく見るとよく見ないでもちょっとムラが目立つというか光沢のムラが目立つんで、それをなんとかできる限りきれいにしていきます。最後に飾りをソールに入れていきます。まずはこのウィール、いつも出し縫いの目付きに使っているウィールをここに飾りでかけます。今ねソールは結構ツルツルなんですけど、ここにね熱したコテで模様をつけていきます。よし、終わりました。大変だったけどね、かなりいい感じのやつができました。はい、こんな感じです。詳細はまた完成の動画で葉っぱを磨いてからねこだわりを話そうと思いますけど、なかなかソールの仕上がりはいい感じです。
コバもしっかり光りました。でここのね、このシートアッパーとヒールの積み上げの境目をかなりね今回はね頑張ったんですよ。おかげですごくね今までで一番綺麗なヒールができました。このソールとヒールの段差の感じとかかなりね精度高くできたと思います。でウエスト部分は踏まずごてをかけてね、ここでグイッと出し根が見えなくなってますね。目付けごても結構何回かかけたんでしっかり深めに入りました。これウィールじゃなくて手の一目一目目付けごてでやってるんですけど、結構しっかり入ってくれましたね。でソール面がこんな感じです。結構ゴージャスな感じにしてみました。全面茶色にしてこんな感じでこうコテで模様を入れる感じでやってみました。前々回ぐらいに作ったブーツで同じことやったんですけど、今回はねもうちょっとレベルアップした模様をねつけてます。なんていうかイギリスの靴というよりはやっぱりね、なんだヨーロッパの靴、ヨーロッパのドイツとかオーストリアとかのクラシカルな印象をね狙っていきました。ずっとこすってたツヤ感は 100% 満足というわけじゃないですけど、まあいいんじゃないでしょうか。ヒールも同じように網目の模様を入れてます。今回はですね、アッパー作った段階からこれすごいいい仕上がりになるな、自分で作った中で今までで一番いい仕上がりになるなと思ったので、もうさらに気合を入れて頑張ってここまで作ったんですけど、その通り今までで一番いい仕上がりにはなってきてると思います。というよりね、大体ね靴を作るごとに前回よりもいいものになってってるんですけど、やっぱこのドレッシーな靴っていうのは結構詰め込みがいがあるというか、そういう精度の出しがいがあるんで、そこが結構ね実ってきてるような気がしてますね。だいたい靴作り終わった後、僕の自己評価的にはいつもね80点ぐらいなんですよ。それ多分永遠にそうなんですけど、靴を作ってるとその靴を作ってることで自分の中のレベルが上がってきて、できたってなると、もうちょいこうだったな、でそれを生かして次やるとできた、もうちょいだなっていうね繰り返しをねずっとやってるんで、多分永遠にね80点だと思いますけど、だんだんねその中でレベルアップしてるということでね、是非ね完成まで見届けていただきたい靴ですね。じゃあ次回アッパー磨いて完成させたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。